大きい筆に大きいハート。はい。皆さん、こんにちは。柴崎です。今回ね、筆のお話をしたいと思いますね。実は、この筆のお話は前回もしました。その時は、筆は細い筆よりも太い筆の方がいい。大は小を兼ねる。というお話をね、したんですよね。覚えてくれていますか？今回も柴崎はね、その大は小を兼ねる大きい筆を用意してあります。そして今回はこの太い筆がね、じゃあ実際にどういう使い方とどういう可能性があるんだろうという実践を踏まえてまたお話をしたいと思います。実はね、柴崎はこの絵を描くとね、同じぐらい、クッキングが大好きなんですね。もう、時々ね、お料理を作ってます。だからよくこの YouTube で世界のいろいろなお料理番組をね、見てるんですけども、この前見たね、中国の方のクッキングが面白かったですよ。もう驚くことにね、最初から最後までほとんどこの大きいこんな中華の包丁一つで料理してます。こんなに太い豚の肉のついた骨ね、バンバンバンってこう切ってしまったり、そして今度もね、こんな大きい中華包丁のここら辺を使ってね、もう細かい細いこういう野菜を切ったりね、そんな微妙なことまでやるんですね。もうこれは見てるだけで楽しかったな。実はね、そこでハッと思いついたんですけども、私たちの使うこの太い筆も実はね、中華包丁と同じように使ってる。僕はね。だから皆さんたちもこれでこんな太い骨付きのね、肉をボンボンって切ったり、また細かいこんなみじん切りみたいなね、細かくカットしてみたり、そういうふうにこれを使い切るようになれたらいいですよね。でもそういう可能性を持ったこの筆でなんですよ。では実際にどうなのか、今から柴崎がやってみせますね。じゃあ見てください。はい。では絵の具を解きましょう。あ、そうだそうだ。この間ね、その大は小を兼ねるって、ビデオをアップしたら早速皆さんがコメントいただきました。もう使ってみたらなかなか難しいとかね、やっぱりやりにくいなとかね、そういうコメントもちょっとあったんですね。だから今日はね、気持ちをもう変えましょう。大は小を兼ねるですね、大きいんですよ。だから皆さんたちもね、もうあなたが描くあなたのハートも大きくしましょう。大きい筆に大きいハート。ね。もうあんまりなんか細かいことにこだわらない。大きい筆なんだから。だからまず筆も、この筆を使って絵の具もたっぷりですね。じゃあ解いてみます。はい、見てくださいね。まずお水をいっぱい持ってくるんですね。なんだって大きい筆ですから。ウルトラマにしようかな。絵の具をたっぷりですね。濃いめたっぷり。まずこれです。あ、絵の具飛んじゃった。いいね。これも面白い。いつも面白いってことはね、なんかハプニングが起きてもこれも面白い。そういう気持ちは大事ですよ。これダメ、あれダメってじゃなくて面白い。はい、いっぱい解きました。まず大きい筆だからね、大きいタッチで塗ってみよう。大きいあなたのハートですよ。大きい筆と大きいハート。思いっきりです。こっちからやるかな。バーって引いてみよう。どうですか？いつも絵を描くときこのくらい思いっきり引けてるかな？こんな風に塗ってる？こうも塗ってる？こうやってやるとあなたは
こんな形があったら、ここのところ、はみ出したら大変大変って、こんな風に塗ってませんか？違います。こうです。なんて大きい筆だから。ね。では、こんな風なしか塗れないのかな？他に塗れないんだろうか？やってみよう。お、塗れるね。もっと違いやり方でも。いけますね。丸くも塗れる？他もいけるかな？じゃあ色を少し変えてみようか。こうもいけるよね。こうもいける？こうもいけるね。結構いろいろいけるでしょ？これはやってみると面白いな。色を少し変えてみようか。こう、だからここ、もうとても大きなハートになったつもりで、自由にこうね、引いてみる練習ですね。それがすごく大事なんですよ。最初は紙の上で遊ぶ気持ちで、ね、あなたはここでとても楽しんで遊んでいる、そういう気持ちで色をこの太い筆で様々に塗って描いてみましょう。もちろんこうだけじゃなくていろいろできるね。こうもできるんだ。もちろんここにこう色を足すこともできる。ただ塗るだけじゃないね。いつも描くこともできる。実に様々にあなたの気持ち次第ですね。あなたがどんな気持ちになれるか、それによってあなたの筆が自由に動くかどうか決まってしまいます。ねえ。もっといけるかな、この筆の可能性って。色を変えてみようかな。こうもできる？もういいね。こんな風もできるよね。面白いでしょ？もっともっとあなただったらもっとできるかな、いろいろと。ねえ。なんかもっともっと様々できそうだね。こうもいける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 。もう最後になったらもう、どうだ？どうですか？みたいな。いけるね。お水をつけてやってみせることもできる？ねえ、柴崎はなんか正しく塗ってなんかいないね。この筆を使って自由に塗ったり、絵の具を伸ばしたり、引っ張ってみたりしてますよね。どうですか？できた絵。面白いでしょ？何かすごいね。なんかポロックの絵みたいでしょ？ほら。ねえ、こんなに滲んだして、これ水彩ならではの楽しさです。で、それをちゃんと引き出してくれるのは、あなたが気持ちを決めて自由に引いたこの線がそのものを言ってるんですね。ピュッピュッピュッと書いてみよう。ねえ、こうやって水彩っていうのは常にアートなんですね。アートとしての可能性を引き出せる。それがこの太い筆です。細い筆は絶対できないですね。あなたも太い筆に見合った大きな心を持って、まず最初はこのように遊びのような自由な塗り方、自由な描き方を試してみましょう。いかがでしたか？面白かったでしょ？今日はね、この太い筆、この大きい筆でどんなことができるのか、いろいろ書いてみたんですね。もう自由にのびのび書くと、こんなに面白くて素敵な絵になるんですね。これはこの筆がただ形の中に色を塗るということから離れて、あなたの広い大きな心でのびのびとこの筆を使うことで、このような可能性が実現できるんですね。
でも今日はね、島崎がいっぺんに書いたから、わからないこともあったでしょ？次回からね、今日このやったことを一つ一つわかりやすく分析して、あなたも再現できるようにお話してみたいと思ってます。楽しみに待っててくださいね。いかがでしたか？もし今日ね、面白かったと思う人は、評価と、またチャンネル登録もよろしくお願いします。水彩、次楽しみましょうね。それではまた。